お手紙ヤギの編み会にようこそ。お手紙ヤギです。ハッシュタグお手紙ヤギの編み会は、編み物をしながら気の向くままにおしゃべりをするという編み会のようなスタイルの動画です。皆さんもお茶とおやつと編みかけをご用意して編み物の時間を一緒に楽しみましょう。それでは始めます。着ているこれですね。編み物と刺繍と織物、限界じゃない。こう置いて使う文鎮です。今回は、何か特別なテーマでおしゃべりするっていう感じではなくて、いろいろ完成したものとか購入したものがちょこちょこあるので、シンプルにそんなもののご紹介がメインになると思います。動画の流れは、まずはいつも通り今編んでいるもののご紹介をして、そして次に完成したものや編みかけのご紹介をして、あとは今取り掛かっているプロジェクトが終わったら次に編みたいなと思っているパターンのお話とか、で、最後に購入品紹介っていう感じでお話ししていく流れになります。まずは、今編んでいるもののお話なんですけれども、これはやっと編み始めたパウルクレイセーターです。これ、なんかもう動画でご紹介することもなく結構進んじゃったんですけど、今、袖も両方編み上がって、あと残りは身ごろをぐるぐる編んでいくだけっていう状態になっています。これがですね、このアトリエヤーンさんっていう草木染めの糸を専門に扱っているお店の草木染めの毛糸だけで組まれたキットで編んでいます。で、購入したのが M サイズ。いつもの自分サイズだと XL サイズなんですけど、多分、元からそのサイズのキットはなくて、L サイズもあったかどうかちょっと覚えてないんですけど、でもその時は確か M サイズしか在庫がなかったような気がします。なんですけど、サンプルを見せてもらった感じ、結構ゆったりめの M サイズなので大丈夫なんじゃないかっていうことで M サイズを購入しました。で、糸は買った時のどんな感じだったかっていう写真をちょっとこちらに載っけておくんですけど、こんな感じでコントラストカラーはこう箱にセットになっている感じで、メインカラーは着分の大きい糸玉になってるやつを好きな色を選べたんですね。で、すごい迷ったんですけど、この色と、あと茶系のセットがあって、この色味は、広瀬みどりさんのサンプル写真、サンプルの着用イメージにもなっているのと同じ色味なんですね。それで、メインカラー迷ったけど、やっぱりこの色味がすごい素敵だなと思って、この色を買おうと思ったんですけど、やっぱり人気すぎて、メインカラーの糸玉だけ売り切れてたんですね。なので、大きい1個になってる糸玉はなかったんですけど、これと同じ染料で染めた小さいものをかき集めて、着分かき集めてもらって購入しました。なのでね、これは結構今もう使っちゃったからすごいちっちゃくなってるんですけど、こんな感じでいくつかの糸玉に分かれてる状態で購入しました。なので結構一個一個が微妙に色が違うんですよね。こんな感じで。なので、一個ずつ順番に編んでいくと、メインカラーのところが
色が違っちゃうので、こんな感じで2玉を交互に編んでいくみたいな感じで、ちゃんと馴染むように編んでいってます。で、この糸は確かウール 100% かどうかわからないけど、ウールの糸だったと思うんですけど、こんな感じの糸で、パッと見ロービングっぽい糸なんですよね。パッと見ロービングっぽい糸なんですけど、ほぐすと2本のようにも見える。でもやっぱり端子なのかな？端子っぽく見える糸です。で、アトリエヤーンさんのこのキットは今も販売してるかどうかはわからないんですけど、なのでもし気になる方がいらっしゃったらアトリエヤーンさんの方に問い合わせていただくとわかると思います。それで、まずゲージを取ってみたんですけど、ゲージが指定よりちょっと緩くなっちゃったんですよね。でもキットのサイズが小さめなので、出たゲージで編んだ場合の寸法を計算してみたら、だいたい自分が欲しいサイズになったので、糸が足りなくなるかもしれないなと思ったけど、とりあえずゲージは出たままのゲージで編み始めました。で、やっぱり結構このコントラストカラーがギリギリになっちゃってて、ドキドキしながら編んでたんですけど、足りなくなることなく無事全色これぐらい残して、ヨークの部分の編み込みがちゃんと編めました。このパターンはアレンジのバージョンが一つ載っていて、パフスリーブの半袖バージョンが載ってたんですね。で、そっちの方のバージョンのネックのデザインがすごい可愛くて、ネックのデザインだけそのパフスリーブバージョンの方を使わせてもらって、こんな感じの襟口になってます。で、その別バージョンの方は袖とか裾はゴム編みだったと思うんですけど、私は袖も裾もこのなんて言うんですかね、モックタートルでいいのかな、この端のところをちょっとだけメリヤス編みしてくるんってなるタイプの形がすごい好きなので、ネックと袖と裾と全部そのモックタートルで編もうと思っています。ここまで編んで一つ勉強になったことがあったんですけど、パターンの中にヨークまで編めたら一回水通しするといいですよって書いてあったんですね。それはこの模様のところが水通し前はやっぱりこう結構キュッてギャザーが寄ったような感じになっちゃってるんですけど、水通しすることでこう平らになって、その後に続くメリヤス編みとのゲージのバランスを見やすくなりますって書いてあったので、ちょっと面倒だなと思いつつもやってみました。編みかけのものを水通しするのって初めてだったんですけど、実際結構手間だなとは思ったんですけど、やっぱり模様編みの部分が平らになってくれることで、メリヤス編みのメインカラーの部分とちゃんとゲージが乱れてないかっていうのが見やすくなったので、やっぱり良かったなと思いました。そんな感じで今パウルクレイセーターを進めています。
もう暖かくなってきちゃったんですけど、まあ、今年の秋口ぐらいに完成したものを着れたらいいなと思っています。で、最近完成したものが、4つあって、その紹介をしていこうと思うんですけど、まず1つは今着ているこれですね。編み替え動画でもずっと編んでいたので、見てくださっている方はもうご存知かと思いますが、こちらはローアンの糸で編むニットという本に掲載されている野口智子さんのデザインのシースルーというプルオーバーです。これがこんな風に、ここの部分が結構透けてる感じのデザインで、これは、ここら辺、この透けてないっていうか、こっちも透けてるけど、この部分をモヘア2本取りで、ここは1本取りで編んで、こんな模様にするっていう編み方のプルオーバーです。で、私は、丸安ケイトさんの夏市で購入した工業紙のモヘアを使って編みました。指定糸は本の題名にもある通り、ローワンの、シルクモヘアですね。で、本によると、本来ならここの部分とここの部分は全く違う毛糸を使って完全にインターシャみたいな感じになるんですけど、私は、ここの部分で2本にしているうちの片方の糸をこっちで続けて使っているので、なんか半分インターシャみたいな感じで編んでいってます。で、これを編む前に取ったゲージが、こっち方向、横方向、目数はちょうど良かったんですけど、段が結構詰まってる感じになっちゃって、で、編んでみたら、案の定、丈がね、足りなかったんですよ。なので、これ、こっからここの一模様分増やしてるんですよ。そしてさらに、パターンでは、この身頃の前後差はないんですけど、サンプルイメージで、なんか前後差があるように見える写真だったんですね。で、それがいいなって思ったのが、これを編みたいと思ったきっかけだったので、私はアレンジして前後差つけました。こんな感じで、このシースルーの段数分だけ後ろ身頃の方を長くしています。見えるかな？こんな感じです。で、完成品、この完成のサイズを測ってみたら、ちょっと、手がきつくなっちゃったのか、身幅がね、ちっちゃくなってるんですよ。2、3センチ。でもまあ、普通に着れてますね。かわいいです。で、今私はこの下に、ネイビーの T シャツを着てるんですけど、最初、インナー白っぽい方がいいかなと思って、白い T シャツを着てみたら、このシースルーが全然目立たなくて、と思って、黒っぽい色のインナーにしてみたら、結構いい感じですよね。こんな感じです。まあ、これ今、下に T シャツ着た状態で、今ぐらいの時期にすごいちょうどいい、暑くもなく肌寒くもないっていう感じに着れてます。多分このまま外出たらちょっと寒いので、この上に1枚羽織ったぐらいの状態で外に出るのがちょうどいいかなという感じになりました。これ、編む前、結構コーディネート難しいかなって思ったんですけど、今みたいに下に普通に T シャツ着て、下はボトムスはスカートとかジーンズとか好きに着てもいいし、あとはノースリーブのワンピースとかの上にさって羽織ってもいいかなと
思ったり、あとなんか、なんて言うんだろう、ジャンパースカートみたいなものの下に着てもいいかなって思ってます。着こなし難しいかなと思ってたけど、意外と普通に着れているので、もう一着ぐらい違う色で編みたいなって思っていて、なんかこう袖がないベストにしても可愛いし、もうちょっと長く編んでワンピースみたいにしても可愛いかなとか思ってます。あと私の技術でできるかわかんないけど、真ん中開けてカーディガンのアレンジとかもいいんじゃないかなという可愛いシースルーが完成しました。という1個目はシースルーが完成しましたというお話でした。で、2つ目は、こちら。これがですね、これはスザンヌ・キッツマンさんっていう方のデザインのフリーパターンでレインボーソックスという靴下です。これはですね、ちょっと私の編んだやつだと分かりづらいので、ラベリのサンプル画像をここに載っけます。こっちの方が多分分かりやすいと思うんですけど、これは引き返し編みを使って、こんなちょっと斜めに傾いた模様を作っていくっていうデザインの靴下になっていて、私もこういう糸を使ったんですけど、段染めのソックヤーンの印象を変えることができるデザインですね。これ多分横から見るより前から見た方が分かりやすいかもしれない。あ、ちょっと今わかりますかね。やっぱこの糸だとちょっとわかりづらかったかもしれないんですけど、引き返し編みでこういう感じに斜めに進んでいくようになってるんですよね。ちょっとだからこの糸はそんなにはっきりした段染めじゃなかったので、ちょっと相性が悪かったのかなって編んでみて思ったんですけど、ちなみにこの糸はレギアのコットンソックヤーンのキューバっていう色の糸ですね。もっとはっきりした色の方が分かりやすかったかもしれないですね。この引き返し編みで作る模様は前にも別ので編んだことがあって、ゼネラル・ホグバッファーさんっていう方のブロークンジャックソックスっていうものを編んだことがあるんですけど、それも、引き返し編みを使った模様なんですね。ちょっとそれに似た感じですね。こっちの方が少しこの傾斜が緩やかな感じの作りになっていますね。で、私このレギアのコットンソックがすごい好きで、前にもこの糸で靴下編んだんですけど、すごいサラッとしててちょっとひんやりした肌感なんですね。なので暖かくなってきた頃とか秋口とかにすごいちょうどよくて、サラッとしてて履き心地が良くてすごく気に入っていたので、もう一着編みたいなと思って編みました。これはだからお出かけ用ではなくて家で履く用ですね。こんな感じの靴下を作りました。これが2点目で、で3点目がこちらです。これも編み替え動画で編んでいるところを撮影していたので、
いつも見てくださってる方はもうご存知かもしれないんですけど、改めてご紹介しますが、これはエスパストリコットさんっていう方のデザインの、これもフリーパターンで、サンデーモーニングラップというショールですね。こんな感じの、ちょっと画面に入りきらないけど、こんな台形の形をしたショールですね。ちょっと羽織ってみますけど。こんな感じです。これいいですよね。なんかほんとあっさりした感じなんだけど、すごい使いやすそうなデザインで。で、私はこれは糸は、これも丸安ケイトさんの夏市で買った工業紙を、ナバホよりっていう、コーン巻き1個から3本取りにするっていう方法で、3本取りで編んでます。で、私はじめ、このサンデーモーニングラップじゃなくて、サンデーモーニングショールっていうパターンが、このパターンと対になっている感じであるんですね。そっちは三角ショールで、最初そっちを編もうと思っていたんですよ。で、この糸でスワッチを編んでゲージを測ってみたら、何目だったっけな。ちょっと指定のゲージよりも、緩くなっちゃってたんですね。それで、ショールなんで、まあ別にサイズそこまで厳密に合わせなくてもいいかなっては思ったんですけど、どうしようかなってちょっと迷って、これもう知ってる人には同じお話しするの2度目になっちゃいますけど、すいません。どっちで、何気なくこの対になってるサンデーモーニングラップの方のパターンを見てみたら、私が編んだスワッチと全く同じゲージが出ていたので、じゃあこっち編もうかっていうことになって、サンデーモーニングラップに変更しました。ただ、本来なら、ラップの方にはこのボップルついてないんですよ。なんだけど、私もサンデーモーニングショールの方のこのボップルが可愛いなって思ったので、最初そっちを編むことにしてたんですね。なので、これつけちゃいました。可愛いですよね。この一列に並んでるボップル。このボップルが、結構ね、ちょっと変わった編み方で、なんかこう、ボップルを作って、ボップルの周り一周糸でこう引き締めるような感じの編み方になっているので、すごいはっきりこんな風にボップルが綺麗に丸くなってくれるっていう編み方になっていました。で、まあ私、どっちかっていうと、ショール、三角ショールの形のものはあんまり使わなくて、マフラーみたいな長細い感じの形の方が使うので、結果的にはラップにしてよかったかなっていう感じです。ということで、完成品の3点目がエスパストリコットさんのデザインのフリーパターンのサンデーモーニングラップでした。で、完成品の最後の4点目がこちらです。これ何だと思いますか？これですね。これもフリーパターンなんですけど、ブライディ・マディルさんっていうデザイナーさんのデザインされたティーポットの保温カバーなんですよね。ちょうど今あるので、これにつけてみると、どんな感じかというと、こんな、ちょっとね、これだと
サイズが合ってないので、すごいゆるゆるな感じなんですけど、こういう風に、こう、口を閉めて、本当はもうちょっと大きいサイズの、急須みたいな形の、こっから、注ぎ口が出る感じになるんですけど、こんなのを編んでみました。なんでこれ編んだかっていうと、うちに急須のタイプのティーポットないのに、なんでこれ編んだかっていうと、実はこれは前々回に出した動画で気軽なプレゼントに良さそうなフリーパターン6種類集めてご紹介したこの動画に載せる予定で編んだものでした。なので、糸はセリアの七色彩色っていう糸を使っています。なんですけど、編んでみてよく考えたら、ティーポットで紅茶入れる習慣があるご家庭って今そんなに多くないかもしれないなと思って、これはラインナップから外したんですよね。ということで、実際うちにもこのカバーが使えるタイプのティーポットがないんですよ。なので、編んだけど使えないものになっちゃってて、でもすごい可愛いから一回ちゃんとした紅茶のティーポットで使ってみたいなと思っていて、なんか本末転倒ですけど、これに合うティーポットを探して買ってみようかなとか思ってます。私昔学生時代に紅茶専門店でアルバイトをしていたことがあったんですよね。で、その頃はお客さんにおすすめしないといけないので、自分のお金でそのお店の紅茶の茶葉とか紅茶を入れる道具とかを自分で買って家で試したりしてたので、一通り本格的な紅茶を入れる道具を揃えてたんですね。なんですけど、そのアルバイトを辞めるとやっぱりめんどくさくなっちゃって、あんまり使わなくなって、で、何か引っ越しとかのタイミングでなんかもう処分しちゃったんですね。なので道具がもうないんですけど、でもまあその手間かけて茶葉から紅茶入れるの結構好きで、味もやっぱり美味しいし、なのでたまにそういう風に飲みたくなったら、今はこのコーヒーポットで何でも入れちゃうんですけど、でもね、ちゃんとした道具で入れると気分的にもなんかテンション上がるし、なのでせっかく本カバー作ったので、もし何かのお出かけの時になんかいいなって思うティーポットに出会えたら買ってみようかなとかっていう風に思いました。はい。ということで完成品はこのプルオーバーと、靴下とショールとティーポットの保温カバーでした。はい。ということで次は今編んでる編みかけの紹介をしようと思うんですけど、ちょっと今持ってきてなかったので持ってきますね。よいしょ。はい、ということで編みかけをご紹介します。こちら、これインスタにちらっと載せたので、もしかしたら見た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、靴下を今編んでいて、これミステリーカルで編んでる靴下です。
で、パターン名が、パターン名がこのカズルでいいのかな、読み方がちょっと曖昧ですけど、カズルっていうミステリーカルをラベリーで偶然見つけて編み始めています。で、これが、3月中に週に1回パターンが更新されていて、全4回なので、もうこの動画が上がる頃にはっていうか、もう現時点でカル終了してると思うんですけど、私なかなか進んでなくてまだ途中です。これがなんかよくわからずに参加しちゃってるんですけど、どうやらラベリーの中で作られてるソリッドソックグループっていう集まりがあって、そのグループのために作られたカルみたいです。で、このパターンがエンチャンテッド・フォレスト・クロニクルズという物語に出てくるドラゴンをモチーフにしたデザインらしいんですけど、この本を調べてみると日本語にも翻訳されているみたいで、日本語の本だと魔法の森っていう題名で出ているみたいです。これが児童文学なので、お子さんがいらっしゃる人はもしかしたら知ってる方もいるのかなと思うんですけど、私は初めて聞く本で読んだことがないので、ね、せっかく靴下を編んでいるので、そのうち本も読んでみようかなと思っています。で、なんでこんなよく知らない状態でカルに参加しているかというと、私ちょっと前から干支のモチーフの編み物をなんか毎年1個その年の干支にちなんで作ろうかなっていうことを思いついて、それで今年に入ってからなんかたまにその干支の動物をモチーフにしたパターンを気がついたら探したりしてるんですけど、そんな中で今年辰年なので、ドラゴンのイラストのこのパターンが辰年だと思って気になって参加してみたという感じです。ただそれだけの理由なんですけど、なんか十二支のモチーフのパターンを探してみると、うさぎとか羊とかネズミとか可愛い系の動物のパターンは結構見かけるんですけど、ドラゴンとかヘビとかそういうちょっとかっこいい系の動物モチーフのパターンはあんまり見つからなくて、なのでこのカズルっていうミステリーカルのパターンも、靴下なのでドラゴンっていう感じではないんですけど、せっかくなのでということで編んでみています。っていう感じで、今は編みかけはこのパールクレイセーターと靴下だけですね。このパウルクレイセーターが終わったらどうしようかなって思ってて、まだ次に編むプロジェクト決めてないんですけど、2つの方向性で今迷っていて、1つはカミラ・バットさんのフィールドセーター、冬物で編むとしたら次はそれを編みたいなって思ってるんですよ。フィールドセーターに使う糸は前にも2024年の編み物の計画っていう動画でお話ししたことがあったんですけど、チャッピーヤーンさんのシルキーヤクシングルスっていう糸とシルクモヘアを引き揃えて編みたいなって思っているんですね。で、その引き揃えるシルクモヘアが手持ちの糸だとちょっと色味が
微妙に違うので、どうしようかなって決めかねていたんですけど、この間行った素材博で、ケイトさんっていう、アルパカ 100% の毛糸屋さんで見つけた極細の糸がすっごい色味がぴったりな糸を見つけたので、もう糸は決定したんですね。なのでいつでも編み始められる状態なので、次冬物編むとしたらそのカミラバットさんのフィールドセーターを編みたいなって思ってるんですけど、ちょっともう暖かくなってきたことだし、そろそろ夏物に取り掛かりたいなっていう気持ちもあって、なのでもうこの次にすぐ夏物にするか、その前にフィールドセーターを編むかっていうので迷っています。ちなみに今年は結構夏物も編みたいパターンがいっぱいあって、なので夏物の編み物の今年の夏の計画を1本動画にして出す予定にしています。でその動画では編みたい候補のパターンの紹介とか、手持ちの糸とのマッチングとか、あと合う糸がないけどこのパターン編みたいなっていうものについては糸の買い物計画なんかのお話もする予定なので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。はい、ということで最後の話題、最近購入したもののお話をしようと思います。最近2つ編み物に関連するものを購入しました。で、1つ目がこちらのパターンブックです。これはヘルガ・イサガーさんっていうデザイナーさんのパターンブックで、ステッチーズっていう本です。これにはプルオーバーが5点とカーディガンが2点と、あとワンピースとショールと帽子がそれぞれ1点ずつ掲載されています。で、この本は結構明確にコンセプトがある本で、題名がステッチーズってあるんですけど、このステッチっていう言葉が編み物だけじゃなくて刺繍とか織物にも使われる用語ですよねっていうのが出発点になっていて、そこから編み物と刺繍と織物の限界じゃない、編み物と刺繍と織物の境界線を越えた作品を作ってみようっていう発想で、刺繍作家さんの協力のもと展開されたデザインのコレクションっていう形になっている本です。で、そのコンセプトがすごくよくわかるパターンが、例えばこれとか、あとこちらとか、本の中身を見せていいかわからないのでラベリーのパターンページから引用しますが、こんな感じのデザインがコンセプトを代表する作品かなって思うんですけど、例えばこちらはこの DIY っていうロゴが大きく身ごろの前身ごろにバンって入っていたり、あとこっちの作品は身ごろ全体的になんかカラフルな模様が入っている。こういうのは全部後から刺繍みたいな、後から刺繍しているんですね。で、そういう作りになっているパターンがいっぱい載っているっていう感じになっている本です。この本見つけたきっかけは、もともとこの本の一番先頭に載っているこちらのパターンがラベリーで見つけて、すごいいいなって思ってお気に入りに入れてたんですけど、最近
春夏用のウェア編みたいなと思って改めてお気に入りのパターンをいろいろ見返していた時に、このパターンも改めて見てみたら、なんかどうやら本に掲載されているものなんだって初めてその時気づいたんですね。で、なんか本なんだって思って、じゃあ他にどんなパターンが掲載されてるのかなと思って見てみたら、なんかどれもすごい可愛くて好みのものがめちゃくちゃいっぱいあったので、じゃあもうこれはパターン単体で買うよりも本で購入したいなと思って売ってるところを探したら、結構国内でもいろんなオンラインショップさんで取り扱いがあったんですけど、割とどこももうソールドアウトになっていて、で探して在庫がまだあるお店を見つけたので購入してみました。ちなみにお気に入りに入れてたカーディガンの他にも、このクラウディっていうパターンすごい可愛いなと思って編みたいなって思ってるんですけど、この身ごろに入ってるカラフルな刺繍に使ってる糸が、これがスピニーっていう、イサガーのスピニーっていう糸なんですね。で、これがうちに余り糸があるんですよ。ちょうど前にイサガーさんのガブストリックショールっていうパターンのキットを買って、でそれもいろんな色のスピニーを使ってるパターンなんですけど、ちょうどその余り糸がこのクラウディに使えそうなぐらいの量残ってるんですよね。なのでこの2つは絶対編みたいなと思っています。めっちゃ可愛いですよね。っていうヘルガ・イサガーさんの本が購入品の1つ目でした。で、2つ目に購入したのはこちら。これなんだかわかりますか？編み物に関連したって言っていいかわかんないけど、これ文鎮です。もうお気づきの方もいらっしゃるかもしれないけど、この形状こんな風に本の見開きにこう置いて使う文鎮です。これめっちゃ便利じゃないですか？なんかね、インスタグラムの広告で流れてきた時に、これはいいなと思って即決で購入したんですけど、これがですね、本に寄り添う文鎮っていう名前の商品で、国用のものですね。なんかハンズの広告で流れてきたんですけど、ちょっと前まで文具祭りだっけなっていうのをやっていて、なんかそれのラインナップにあった商品だったんですよね。なんか編み物本ユーザーさんはこれあるあるだと思うんですけど、編んでる時に今見てる編み図のページ開いておきたいじゃないですか。なのになんか何も止めるものがないからすぐパターンってなっちゃって不便ですよね。私ずっと不便だなって思ってて、なんかそういう時どうしてたかっていうと、私は今までここにスマホを置いてたんですね。でもスマホもなんかちょっと動かしたらすぐずれてパターンってなっちゃうので、なんかいいのないかなってずっとなんとなく思ってたんですよ。でそんな時にこれが流れてきて、いやもうこれでしょって思って購入しました。で使ってみた感じ、やっぱり最初買う前はこれ重さ的にちゃんとなんかこういう戻りが強い本にちゃんと耐えてくれるのかなっていう不安があったんですけど、やってみたら全然こんな感じで
安定感も良くて、すごい買ってよかったなと思います。でもこれね、すごい人気らしくって、撮影する前にちょっとだけ確かめてみたら、もうハンズでは売り切れになってましたね。で、楽天だとまだちょっとだけ在庫があるショップも見つけたんですけど、なんかどうなんだろう、すぐ売り切れそうな勢いですね。で、この商品はもともとはちょっと調べてみたんですけど、2022年に発売されて1ヶ月で売り切れたらしいんですね。でも再販してほしいっていう声がいっぱいあったらしくて、今年の2月下旬にまた発売されたっていう経緯みたいです。なので私これ欲しいと思って早速ハンズの通販サイトに買いに行ったら、もう初回は出遅れて売り切れちゃってて、再入荷待ちの状態になってたんですね。で、そこからなんかしばらく経ってまた再入荷されたので速攻で購入しました。なのでまた再販されるかどうかわかんないんですけど、編み物本ユーザーさんにはこれはかなりおすすめだなと思った一品でした。ということで、最近購入したのはこのパターンブックと文鎮でした。はい。ということで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。